こんにちは。 NPO 法人日本霊気協会理事長の辻陽子です。いつも応援ありがとうございます。嬉しいです。今日はね HSP について話してみたいと思います。もしかしてあなたは HSP かもしれないよっていう話です。違うかもしれない。自分のことを確認しておくととってもいいですよ。はい、じゃあ HSP とはハイリーセンシティブパーソン、ハイパーセンシティブパーソンっていう人もいますね。どっちでもいいです。頭文字取って HSP。HSP についてね、いろんな人がいろんな動画で解説されてます。でもせっかくなんで他の動画で言ってないこともお伝えしますね。まずね HSP とはっていう特徴ね、それからHSP の人の見分け方ね、見分けポイントで HSP の人の才能資質、 HSP の人に向いてる職業、それから最後にまとめみたいな感じで話していきたいと思います。はい、 HSP、 これね生まれついての性質です。生まれつきです。なので基本的に大きく変えることはできないです。性質体質なんでね。で、日本語で簡単に言えば感受性が非常に豊かな人のこと。なんかね、この辺に感受性アンテナ、心のアンテナみたいなのがねあるとしたらね、普通の人が例えば10センチから15センチぐらいとするでしょ。これぐらいね、こうビョーンって50センチぐらい、こうアンテナが伸びてるような人がいるって思ってください。感受性が豊かで、HSP の特徴としてはね、やっぱりね繊細なんです。繊細っていうことはね、細やか、いろんなことに気がつくで、傷つきやすいとも言えますね。そこから発展して神経質、って呼ばれちゃう人もいるかもしれないね。でね、特にこの特徴が強いかな。刺激に敏感です。例えば大きな音、それから強い匂い、強い光、だから蛍光灯が眩しくて目に刺さる感じがするとか、匂いもね、最近ほら洗濯物の洗剤の柔軟剤がね、いろんな香りが流行りでさいっぱい出てる。あれがさ特に化学薬品の香りだし、合成で作られてる香りなので強い、辛いっていう人がいる。普通の感覚の人だとふわって漂ってきたらうわいい香りぐらいなんだよね。天然の香りじゃないので、やっぱりその天然の香りに比べるとそこまでじゃないよ。あと香りの好みはありますが、強すぎると辛いので、もちろん味覚に関してもあまりにもスパイシーとかね苦手だったりします。でその結果、その刺激が他の人よりそのアンテナが高くてバンバン入ってきちゃうもんだから、でっかい音、でっかい香り、匂い、音、また音、光、刺激、看板の光、太陽光、みたいな感じでHSP の人が生きてるので、その結果ちょっと引っ込み思案とか、周囲をすごく気にするように見えたりとか、いつも心配してる、臆病、不安みたいに見える人もいますね。これね性格とはまた別なので、性質なので、性格的に別にオープンマインドだったりそういう人もいるんだよ。明るく賑やかな人だったり。だけどもビクってなりやすい、他の人よりも。はい。でねその結果ね、他の人には快適な刺激が強すぎるせいで一緒に合わせて楽しめなかったりする人もいます。それはこのアンテナの高さによりますね。普通の人の倍ぐらい、20センチぐらいだったらいけるかもしれんけど、50センチとか場合によって1メーターぐらいとかね、この幅がある、その度合いによってはちょっと一般の人と一緒に行動するのが辛いっていう人もいるかもね。で、一人でいたい、
刺激のあんまりないところでね自分のペースを保ちたい。それは当然ですよね。それはわがままとかマイペースっていうよりその人たちにとってはそれぐらいがちょうど一般の人が普通に生きてる感覚だから、そういう普通の感覚のところに身を置きたい、そう思って当然だよね。こんな感じです。で、人混みや宴会などわしゃわしゃしているところ、賑やかだったり音もうるさい、そういうところはわりかし苦手ですね。でどれぐらいの人がその HSP なのかっていうと案外と多いんですよ。5人に1人 20% ぐらいの人口の中のね 20% ぐらいの人が HSP って言われているので、5人家族だったら1人ぐらいいるかもしれないし、体質性質なので遺伝性のものなんでご家族みんなが HSP とかあるかもしれないね。でね、このさっきから言ってますがアンテナの高さはバリエーションがあるので、一般人に近いけどちょっとだけ過敏っていう人もいればものすごく過敏っていう人までいます。幅がある。で、HSP の人の今度ね、特徴、いいところもでもいっぱいあるんだよ。いいとこちょっと言ってみましょうかね。共感能力が高いです。人のエネルギーを察知するのも、エネルギー、オーラ、気分、なんとなく腹で考えてることキャッチするのも強い人が多い。なのでこういう人のことを HSP の中でもエンパスって呼んだりします。エンパスに関しては別の動画で喋ってますから見てください。共感能力が高い人が多い。それからね、洞察力が高い。今あの人はああ言ったけどあれお世辞かなとか、そういうのを察するのが長けてる。でそれからね、人の本心をキャッチするのも得意。今言った通りですね。本当はこうじゃないのかな。例えば元気元気私大丈夫って言ってるけど、いやでもひょっとしてお辛いんじゃないのかなとか、こういうのを見つけるのがうまい。で、1対1や少人数でのコミュニケーション、長けてます。その人のことがよくわかりますから。ただしたくさんの人が集まってるところはこうあっちの人も飛び込んでくる、こっちの人も飛び込んでくる、こっちもこっちもってなっちゃうんで、っていう感じでね、ちょっとしんどいんですね。で、細やかな気配りや配慮ができますね。当然です。元気元気って言っててもしんどいんじゃないのとかが読み取れちゃうんで、元気そうなから元気してるけど本当はしんどい人がちょっと荷物持ってほしいなって思った時に、この HSP の人はさってその人のそばやってさりげなく荷物持ったりできますね。当たり前にそういうことができる人が多い。で探求が得意、こう深いところまで掘っていくのが得意なので哲学的なことが得意だったりとか、そういうことものを考えるのも得意だったりしますね。その発展系で人の潜在意識や深層心理が分かる。で想像力も豊かです。シミュレーション能力とかそういうのも長けてますね。それからね、いろんな刺激に敏感ということは察知して先に予防するのも得意です。なのでリスク回避も得意です。安全な位置に身を置くとか安全について考える得意です。それからね、クリエイティブな才能、これがねやっぱね HSP の特徴としては長けてるすごく特徴的なもの。アートとかものを生み出すとか、そういうのがものすごく向いてたりセンスがある。人が気づかないような美しいものもねこのアンテナが高いのでキャッチできるんですよ。みんなが普通は見逃しちゃうようなものなので、その分それをね表現したらすごい素晴らしいアートになる。でその結果ね刺激が強いのに敏感な分だけ感動も多い人生になる。そんな感じですね。HSP の人の真逆っていうのが、言葉悪いけど無神経とかガサツとかね、表現いい表現で言うとおおらかってやつかな。あんまり細かいこと気にしない応用な人、こっちはこっちで別にね欠点じゃないです。素晴らしいです。
でHSP の人はあんまりにもそれが強いと神経質だね、細かいところまで気にするね、こうでないとダメなんだねみたいに、なったりするんですね。だからこれどっちがいい悪いではなくて単なる性質です。はい、続いて HSP の人の見分け方、ひょっとしてうちの子はそうじゃないかなとかね、その見分け方。まずね、処理能力の深さ、速さではなく深さね。物事を必要以上に深く考える、嫌いがあります。なんでこれしなきゃいけないの、これやった先にどうなるの、お母さんがこれやっといてって言ったらどこまでやったらいいのみたいなことを聞き返したりね、どこまでっていうこの深さを気にしますね。それからね、五感や雰囲気の刺激を受けやすい、さっきから言ってる通りですね。音が光が、こんな感じね。だから映画館とか苦手だったりするんですよ、HSP の人ね。暗いのがまずね嫌だし、音も大きいし、で特にホラーとかね嫌なんです。戦争ものとかね。みんながドキドキワクワクするやつが刺激が強すぎてドキドキワクワクじゃなくハラハラヒヤヒヤまでいっちゃうってことね。で、高度な共感性、ちょっとうちの子超能力者じゃないの、人の心読めるんじゃないのみたいなね、空気読めすぎる、人のことが分かる、言われなくても察する。で、些細な刺激や異変、ちょっとした変化に対する感受性も鋭いです。だから例えばネクタイ締めてる人がものすごくよく似たそっくりな色のでも微妙にちょっと違うネクタイしてたとして、多くの人は同じネクタイって見逃しちゃうのを HSP の人はあれこの前のと同じ色だけどちょっと違うって見つけたりするんだよね。些細な差を見つけます。この辺が見分けポイントかな。はい、続いてね、向いてる職業。一人で自分のペースで進められる仕事がやっぱり向いてらっしゃいます。なので一人の空間だったり作業場も一人だったりする方がいいし、なんか塀で区切られてたりする方が楽だったりで、それもなくて人混みだったらちょっとねイヤホンで音楽聴きながらやったりとかしたいかもしれないです。その人はね一人の世界にこう入りたいのね。でさっきから言ってるように続いて美しいものに対する感受性も強いのでアートクリエイター系の仕事が向いてたり、そこに才能がある人が多いですね。でそこから派生してクラフト作業みたいなものね、手作りものとか手作り雑貨とかで、あとね文章とかもねやっぱり他の人が見つけないような美しいものやみんなが見逃しちゃうようなものをキャッチするので、それを文章にしたらうわすごいねっていうような文章が書けたりしますね。繊細なんですね。で、当然文章だけじゃなく映像とか、そういうのも向いてるので YouTuber も向いてるかもね。いやぜひやったらいいなと思いますね。でプログラマーなんかも向いてると思います。とにかく一人で自分のペースで進められる作業全般は向いています。で一人じゃなくてもね、例えば1対1や対面で人を癒す仕事めっちゃ向いてると思います。特にカウンセラー、セラピスト、リラクゼーション系、ネイルとかエステでもいいですね。全部向いてると思います。ネイルなんかはねアートクリエイターの要素も入ってるしね。で人のね潜在意識やその人が言葉にできてない部分まで共感できますから、この共感能力っていうのを生かすとやっぱりカウンセラー、セラピスト、ヒーラー向いてますね。でそれからね少人数相手の先生やインストラクター業も向いてると思いますよ。100人を相手にするとかは苦手かもしれないけど、5、6人とか10人ぐらいまでとか全然いけると思います。でね気配り気遣いが非常に長けてる人が多いので秘書めっちゃ向いてると思いますね。それからそれ以外には深く掘り下げるっていうこと、それが向いてますので分析するとか、あとは研究するとか向いてると思いますね。
逆にね向いてない職業も一応お伝えしておきましょうか。繰り返しになるんですけど、賑やかな社交場、そういう場所での職業は結構しんどいと思う。ストレスが、高いと思いますね。でそれからね、ツアーコンダクターみたいな仕事もきついと思います。どんな人がその日集まるかわからない、お天気もその日になってみないとわからない、電車もちゃんと来るか飛行機が飛ぶかわからない、どんなハプニングが来るかわからない、刺激が強い仕事なのでちょっとしんどいかな。で、トップリーダーとかマネージャーとかで多くの人をこうマネジメントしたり指示をする、まとめる、リーダーシップを取るっていうのもどっちかというと苦手かもしれないですね。でそれから派生してコンサルもあんまり得意じゃないかもしれない。どちらかというとファシリテーターが向いてるんですよね。共感し寄り添い、じゃあ一緒にどうしていくか考えようっていうのが向いてるので、こうしてくださいああしてくださいっていうね、このトップダウンのね指示命令をするタイプの仕事はあんまり向いてないかもしれないですね。で講演家とかね司会とかね、そういうのもねどっちかというとその社交的な要素が強い、刺激も強いでハプニングが起こりやすい、こういう仕事もどっちかというと向いてないかな。で保育士や学校の先生も子供ってねあって目離したらすごいことしたりするからね、ハプニング起こりやすい。しかも一人の先生が大人数を見なきゃいけない、こういう場合はちょっと苦手かもね。1対1もしくは1対少人数だったら学校の先生や塾の先生、保育士さんいけると思います。少人数の場合はいいと思いますね。目が全員に行き届くぐらいの感じだとね。はい、じゃあ最後にちょっとまとめですけども、HSP とは、相手の感情を汲み取りすぎる傾向があります。なので相手の望みに自分を合わせて行動してしまう傾向もあります。で相手の反応を過剰に読めちゃう分気にしすぎたり、その結果自分を責めたり過剰に反省したり、要は他人のちょっとした言葉振る舞い、いろんなものにどういう意味って深掘りしすぎちゃったりしてヘトヘトになる。今までこれ読みながらまさに私のことじゃんと思いながら今喋ってますが、そんな感じで、対処法、私の場合の対処法、ある時この感覚にガーンってシャッターを下ろしたことがあります。感情を切った、ショックな出来事があったからガーンって切ったんですけどね、切ってからはねすごい人生が正直楽でしたよ。例えば恐れを感じない、恐怖を感じない、寂しさ感じないで、怒りもあんまり感じなくなる。そしたら淡々と楽に平穏に生きられるんですよ。すごい楽だったけれども、感受性のアンテナをもう10センチどころかボキって折るみたいな感じなので、世界がね全部ねモノクロになったような感じ、味気ないんですよ。映画を見ても淡々としていて、映画館が怖いとかももう全然なくなるんですけど、苦手も。でも何も面白くないんです、感動しないんですよ。涙も流さないし心が揺れ動かないんだよね。なんか生きていくのはとても楽で、私若い頃起業して結構勇気出さなきゃいけない場面が多かった。その時にね恐怖心がないっていうのはめっちゃ楽ですよ。赤信号をスタスタ渡れてしまえるようなもんなのでね。でそれで行動もしやすかったっていうのはあります。こうビク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 しながら、私がやったらあの人困るかなとかも考えずにねやれたらねとっても楽だよね。だけども周りの人からは何考えてるかわからん、嬉しいんか楽しいんかわからん、とっつきにくい、挨拶するのも怖い、なんか威圧感ある、なんか話しかけにくい、そんな風に思われて、友達はできないし、人生が面白くない。なのでアンテナは程よくやっぱ立ってる方がいいので、アンテナ立ちすぎている人は生きづらかったりはしますが、私みたいにバキッと折っちゃうっていうこの荒療治は良くない。でもきっとそういう人見てくださってる人の中にもいるんじゃないかな。もう弱い子供じゃないので、
若くて力のない自分じゃないので、ちょっとずつ恐る恐る伸ばしてもいいかな。伸ばすための方法はね、今日何食べたいかな、今日はどこ行きたいかな、今何をして過ごしたいかなってできるだけ自分に問いかけて確認をしていく。そしてその通りにしていく。例えば今日は赤い色の服が着たい気分だって思ったら赤を着る。着ても差し支えない日はね。で今日は牛丼が食べたいって思ったら牛丼を食べる、残り物の冷蔵庫のものじゃなくね。そういうことをやっていくとね、感受性のアンテナもう一回戻ってきます。私はそんな風にして徐々に戻しました。できついトラウマは心理療法っていうので癒しました。で、克服しようとしないっていうのも一つのいい方法かもしれない。この性質のまま生きていく。克服しようとするのがなぜ良くないのかっていうとね、その自分のマイナスの面に意識が向いちゃうから。だからまたビクってしちゃったよ、まただよ、またこの人が何考えてるかとかいっぱい考えすぎてくよくよしちゃったよとかね、その自分のね欠点にばっかり意識が向いちゃうようになるの。克服しようとすればするほど。そしたらね、劣等感とね、なんか情けなさで落ち込んでね、人生がね暗くなっちゃうのよね。暗いししんどいし生きづらいしってね、もう何のために生きてるのか分かんなくなる。なのでそれよりはさっき言ったようにね、いい面もいっぱいあるでしょ。これ才能資質ですからね。だからむしろ人よりも美しいものを見つけるのが得意だとかね、そっちをどんどん活用してそっちに意識を向けていった方が絶対いい。でそっちの人しかできないような職業や趣味や行動、いろんなものあるので、そっちを伸ばすべきですね。だってもうその性質で生まれちゃったんだもん。でもその性質は活用できる、使っていく、楽しむために。はい、じゃあ最後まとめておきますね。何を置いても HSP の人にとってとても大切なのは心の安定です。自分のマイペースです。そしてマイスペースも大事です。なので自分一人でドアバタンって閉めたら誰にも気兼ねしなくていいスペース、空間を確保しよう、するための努力もしよう。で24時間無理であってもね、数時間でもそういう時間を作ろう。それはお気に入りの静かなカフェでイヤホンで音楽聴いて外を遮断してそこでフーってするだけでもいいから、そういう時間作ってください。そうでなかったら心のバランスが取れづらいんで。でそれからね、安心できる人間関係も他の人以上に大事なので、一人だけでもいいから気心知れた、人間関係を作ってください。そしてその相手は同じ HSP の方がいいですね。だって分かるもん、あなたの感じを。分かんない人は悪気なくあなたが言われたくないような存在の言葉を使ったり、ガシャンって音立てたりするんで、一人でもそういう人がいるといいよね。でいますよ何人かっていう人はね、そういう数を増やすといいよね。心地いいよ、そういう人ばっかりの空間って。でそれからね、他の人よりも疲れやすいんです。あの人何考えてるんだろう、あの人本当はどうなんだろうってくよくよ考えすぎちゃうのが、これは性質なのでやめれないんで。なので他の人よりも休む時間長い方がいいですね。なんかだらだらサボっちゃってるんじゃないかとか、寝過ぎなんじゃないかとか罪悪感持たないでください。むしろあなたは心の安定、心の健康を保つためにも他の人よりも長く睡眠時間をとってください。その方が絶対いいよ。効率も上がるしね。でそのために最後に霊気協会理事長の私としては、霊気は非常に HSP やエンパスの人には重宝がられる。来てよかった、習ってよかった、これがあってよかったってみんな言うので、結構向いてるかなって思ってるんですよね。で呼吸でまず静かに細く長い呼吸で自分を整えていく。それからね、ビクってこうね、音や光の刺激でビクってなったらね、気がバッて上に上がるからね、下ろす下ろす、気の重心を下ろす。このためにマインドフルネス瞑想とかね、ヨガとかね、他の方法をやってもいいんです。例えばジョギングとかね、自分に合うものをいくつ持っててもいいです。でもそのうちの一個として霊気の呼吸法や日本伝統式自己鍛錬法、私はこれは自分にとってはものすごく良かった。簡単だし早いし効果が高い。
まあそんな感じで思ってます。以上が私が伝える HSP のお話でした。ぜひぜひあなたのその素晴らしい才能、活用してより一層人生を謳歌してください。それからご家族であるいはお子さんでこの子は HSP だなって思ったらその子のその性質いい面をどんどん伸びやかに発揮できるように環境を整えてあげてください。今日も聞いてくださってありがとうございました。またです。今日の内容いかがでしたか？今日はね、当教会がやっているアチュメント講座とコンプリーション講座の説明をちょこっと解説してみたいと思います。アチュメント講座、これはね、霊気を学びたい人、霊気を自分で使いたい人にとっての最初の入り口の講座です。初級、中級、上級ってあるけど、あなたが好きなレベルまで、ランクまで学んでください。そしてね、すでに過去どこかで霊気のスクールで霊気のアチュメントを受けたことがあるよっていう人、そして久々辻さんのこの動画見つけて見てるけど霊気長いこと使ってないなそういえばっていう人、そしてね、もう一度ちゃんと学び直したいなっていう気持ちが湧いている人、こういう人にはね、コンプリーション講座っていうのをおすすめします。これはね、アチュメント講座の半額なんですよ。いいでしょう。そして初級、中級、上級、違いはどこかっていうと、きちんとしたアチュメントを行いません。もうすでにあなたはアチュメントを受けていらっしゃるからね。で、代わりに簡易アチュメントっていうものをやります。これはね、あなたの霊気長いこと使ってないですから、水道管でいうとね、そこのね、すすや水垢取ってね、きれいにザーって快適にクリアな純度の高い霊気を流すような、作業をこちらでさせていただきます。これが簡易アチュメントなので、日本伝統式の霊気学んでないから学んでみたいな、興味あるな、でも過去霊気も学んだしなっていう人はコンプリーション講座へお越しください。初級からどうぞ。お待ちしてます。